はい、ということで、こんばんは、こんにちは、大輝です。そうなんですよね。皆さん、パソコンを買うときに、初めからオフィスが入っているパソコンを買うと損をするっていうのね、ご存知でしたか？ちょっとね、びっくりしている方もいらっしゃると思うんですけれども、そう、実はね、かなりの人がパソコンを買うときにですね、オフィス入りのパソコンを買った方がお得だとね、感じている人多いんですよね。家電量販店に行ってパソコンを選んでいるとですね、店員さんがオフィス入りのパソコンの方がいいですよってね、勧めてきたりもします。それね、実はオフィス入りのパソコンを売った方が利益率が高いからなんですね。パソコンを家電量販店でね、買うという行為自体損をしてるんですけれどもね。はい、ということで今回はオフィス入りのパソコンを買うとなぜ損をするのか、こういった説明をしていこうと思います。そもそもね、皆さんパソコンを買った時についてくるオフィスの値段、いくらか知ってますか？たまにですけども、パソコンを買ってきたらオフィスがついてた、ラッキーなんてね思っちゃって、無料でねオフィスがもらえたかのような感覚に陥ってる人いらっしゃるんですけれども、それはね違いますからね。ちゃんとお金を出して買わされてます。しかもね割に合わない値段でですよ。例えばね10万円でオフィス入りのパソコンを買ってきたのであれば、そのオフィスの料金が仮に2万円だとすると、8万円で買えるパソコンにですね2万円をわざわざ出してオフィスを一緒に買ってきているっていうわけなんですね。ですからオフィスさえこのパソコンに入れなければ、そのパソコンを8万円で買えてたわけなんですね。またね、今のこの話ではオフィスの値段を、仮に2万円だと設定しましたけれども、この値段公表されてませんよね。例えばこの値札見てください。ここにオフィスって書いてますよね。オフィスが入っているのはわかるんだけれども、合計の金額しか出ていないので、これじゃね、パソコンがいくらでオフィス代がいくらかわからないですよね。これわからないじゃなくて、わからないようにしてあるんですね。実はこのオフィスの値段はいくらっていう定義がなくてですね、販売側が自由に決めちゃっていいよっていうことになってるんですね。このねオフィスの値段が例外的に見れる場所があるんですね。それがインターネットで買う直販サイトのカスタマイズっていうコーナーなんですけれども、例えばこちら、デルのサイトなんですけれども、これインスパイロン15ですね。67,000円のノート PC なんですけれども、オフィスのオプションをつけるとですね、パーソナルで 17,600 円、そしてホーム&ビジネスをつけると 26,400 円と書いてますよね。この値段かなり良心的です。一番安いと言ってもいいんじゃないでしょうか。これらね直販サイトはこういう風にオフィスの値段が表面的で見れちゃうので、オフィスのオプションというのはすごく安いんですよ。しかし家電量販店とかの店頭販売品はですね、この値段が表面的に見えてこないので、このオフィスにですねかなりの利益を乗っけてきてですね、売ってるんですね。平均でパーソナルで23,000円、ホーム&ビジネスをつけると28,000円ぐらいが平均的な相場となっているらしいんですよ。そしてこの値段が高いかどうかっていうのが今回の動画のポイントなんですけれども、これはっきり言ってかなり高いです。オフィス単体のパッケージ版を買うとですね、これがそうなんですけれども、パーソナルが32,000円、ホーム&ビジネスが38,000円、これぐらいで買えることになってるんですね。あれ？パッケージ版のオフィスを買うよりもパソコンと抱き合わせで買ってきたオフィスの方が安いじゃん、割安で買えてんじゃねってね思いませんでした？そうなんです。ここでですねほとんどの方が騙されるんですね。単純に値段だけを見るとですね、確かにパソコンと抱き合わせで買ってきたオフィスの方が安く見えるんですけれども、実はこっちの方が割高なんですね。それはねなぜかというと、これ同じオフィスじゃないんです。ライセンス形態が全く違うんですよね。パソコンとね抱き合わせで買ってきたオフィスっていうのは、これは OEM 版ライセンスといってですね、買ってきたあなたにライセンスが付与されるのではなくてですね、この一緒に買ってきたパソコンにライセンスが付与されるんですね。つまりこのパソコンが壊れちゃって処分をしたらオフィスのライセンスも消滅すると、こういった風になってるわけです。つまりですね、あなたの家にパソコンが2台ある場合ですと、その2台それぞれにオフィス入りのパソコンを買ってくる必要がありますよね。そしてパソコンっていうのは
一生に一度の買い物ではありませんよね。古くなったら買い替えます。買い替えるとですね、このオフィスのライセンスは新しいパソコンには移植できないので、またオフィス入りのパソコンを買ってくる必要がありますよね。パソコンの買い替え時期っていうのは、人により様々なんですけれども、ある調べによるとですね、日本での平均のパソコン更新頻度っていうのは5年と言われているらしいんですね。そして最近では家用のパソコンと持ち運び用のノートパソコンっていうのを分けて2台持ちの人っていうのが多いんですね。ですからパソコン2台持ちの人であれば、10年で4台、20年で8台のパソコンを買うと、そういう計算になりますよね。それら全てにですね、新たにオフィス付きのパソコンを買ってきてしまうとですね、それはかなり高いことになりますよね。パーソナル、23,000円でしたよね。ということはですよ、10年で4台、その4台にかかるオフィス代は92,000円、20年ではなんと184,000円オフィスに払うことになるんですよね。いや、オフィスってめちゃ高いですよね。しかしですね、一見高そうに見えるですね、このパッケージ版ライセンスっていうのはですね、ライセンス形態が先ほどの OEM 版とはですね、違ってですね、オフィスの権利っていうのがパソコンではなくて買った購入者、つまり人に権利が付与されるんですね。先ほど OEM 版はパソコンにライセンスが付与されるので、壊れたら終わりでしたけれども、パッケージ版ではですね、あなたにライセンスがつくので、あなたが死ぬまで一生ですよ。ライセンスは生き続けるということになります。パソコンを乗り換えてもですね、このオフィスのライセンスっていうのは古いパソコンから新しいパソコンに移植することができるんですよ。もう何台でも移植することができます。しかも2台にまで同時にインストールして使うことができるんですね。価格っていうのはパーソナルで32,000円でした。それではね、先ほどの資産と同じ条件で比較をしてみるとですね、あなたがパソコン2台持ちの人だと仮定して10年で4台、20代で8台のパソコンを購入した際にオフィスにかかる費用は初めに買ったこの32,000円、これだけということになりますよね。どうでしょうか。長期スパンで考えると、初期導入費が高いこのパッケージ版っていう方がですね、実はかなり安いんですよね。このパッケージ版が安いっていうよりはですよ、OEM 版っていうのがバカみたいに高いっていうことなんですけれどもね。あとね、20年スパンで考えるっていうのはちょっとね、極端かもしれませんね。というのもですね、この OEM 版ライセンスやパッケージ版のライセンスっていうのは両方なんですけれども、オフィスのアップデートには対応してないんですよ。例えば買ってきたオフィスが2021年バージョンだったとするとですね、10年後も20年後も使う権利のあるオフィスっていうのはこの2021年バージョンを使うことになるので、10年後ぐらいであれば、2030年にですね、2021のオフィスっていうのは現役バリバリで使えるでしょうけれども、20年後の2040年に2021のオフィスを使ってたら、まだそれ使ってんのっていう目で見られたりですね、おそらくサポートの対象外になってセキュリティ的にも良くないでしょうからね、20年でのスパンで考えるっていうのはちょっと飛躍しすぎかもしれませんね。普通ね、抱き合わせで買ったら安くなるっていうのが商売の世界の基本じゃないですか。じゃあオフィスはなぜこのようにパソコンと抱き合わせで買ってしまったら高くなってしまうのか。これはですね、マイクロソフト社が儲けるためにこういったからくりをですね、裏で仕組んでるからなんですね。このからくりはですね、消費者を騙していると言ってもいいぐらいちょっと姑息だったりするんですよ。マイクロソフト社からしたらですね、一生涯ライセンスが使えるこのパッケージ版ライセンスをみんなが買っちゃうとですね、もう誰も新しくオフィス買わなくなりますよね。新しいバージョンが出たって古いのが使えてるからもういいやってなっちゃいますよね。それよりはですね、マイクロソフト社からしたらパソコンを更新するたびにライセンスを買ってくれた方が儲けますよね。ですからそのためにどうしているのかというとですね、パソコン販売業者にOEM 版、つまりオフィス入りのパソコンを売ってくれたらパソコン業者が儲かるようなからくりにしているんですよ。具体的にはですね、この OEM 版ライセンスっていうのをですね、かなり安くパソコン業者に卸してですね、そしてこの値段はいくらで売ってもいいですよっていう風にしているということなんです。そしてパソコン業者はですね、それに色をつけて売る、儲けるという風なシステムを作っているというわけなんですね。家電量販店のね、
パソコンコーナーを見てみてください。僕はですね、この動画の下調べのために先日行ってきて調べてみました。そうするとですね、販売している8割9割のパソコン全部オフィス入りでしたね。そして店員さん、このパソコンオフィス抜きで買いたいんですけれどもって聞いてみたんですよ。そうするとね、それは無理ですね、初めからオフィスなしの商品選んでもらうしかないですねって言われました。まあそうやってね言われるのは分かってたんですけれどもね、いやいやもうほとんどオフィス入りで、もうそんなの選ぶほどないですよっていう状態でしたけれどもね。はい、このようにですね、家電量販店っていうのは、利益率を上げるために必死にねオフィスと抱き合わせのパソコンを売ろうとしてるんですけれども、逆にですね、パソコン専門店、例えばパソコン工房とかドスパラさんとかね、そういったところはですね、このオフィスで儲けようとはせずにパソコンの性能で勝負したいというところなんでしょうね。あまりオフィス入りの製品を扱っていないというのもあるんですよ。ちょっとね二極化してますよね。あとね、パソコン専門店といっても怪しい小さい個人商店っていうのはですね、本当にねちょっと怪しいオフィスを入れて売ったりもしてますので、そこも注意してほしいポイントですね。はい、ということでオフィス入りのパソコンを買うのはもうやめましょうっていうことなんですけれども、それにしてもこのパッケージ版っていうのはちょっと高いですよね。じゃあどうすればいいのかというとですね、実はあまり知られていないんですけれども、オフィスって実は無料で使えちゃう方法があるんですよ。これね、知らない人は今の話聞いて、いやおいおいまたね違法のなんか変な紹介するんじゃないだろうなとかね思われたかと思うんですけれども、そんな変な手を使ってとかじゃないですからね。マイクロソフトがちゃんと無料で提供しているオフィスっていうの実はあるんですよ。それを使うというのも一つの手ですよね。このね無料のオフィスについてはこの動画では尺が足らないので、ぜひこちらの動画をご覧ください。これ結構便利ですよ。簡易的なことであればこれだけでも十分ですよ。あとね、話は変わりますけれども、オフィスってネットで検索すると Yahoo ショッピングとかでありえない激安で販売してますよね。ほら380円とか、あれね超怪しいですよね。怪しいオフィスについてあれは違法なのか、使うとリスクはあるのか、こういったねことを弁護士さんに聞いて詳しく調べてみたっていうね動画もあります。興味のある方はぜひそちらも見てください。今ねおそらくですけども右上、この辺りかな、この辺りに動画のリンクが出ているかもしれません。もし出てたらそこからクリックしたら飛ぶこともできますし、過去のね、動画一覧から調べてもらっても行くことができますし、この動画の下にある概要欄っていうのも URL を貼っておりますので、興味のある人はぜひ見てあげてください。はい、ということで今回の動画はここで終了となっております。もしね面白かったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします。これね動画を作る励みになるんですよね。あとコメントの方もいただければ本当に嬉しいです。はい、ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。